ここに一枚の写真がある。日本海軍機の翼に日章旗が見える。その下には揚子江の湾曲部、そして無数の爆発煙。これは世界戦史上最初期の都市無差別爆撃。中華民国の臨時首都重慶。1938年から1943年まで5年半、日本軍はこの町を爆撃し続けた。5月3日と4日のたった2日まで死者4091人。1941年6月5日の防空壕では1000人以上が窒息死した。5年半の合計で推定1万4000人以上の民間人が命を落とした。ある日本人研究者はこう書いた。重慶爆撃は広島に先立つ広島であると。ゲルニカから重慶、そして東京、広島へ。戦略爆撃という思想がここで生まれた。当時の写真を AI でフルカラー復元しながらたどる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。写真は1938年の武漢、市街を行進する日本軍の歩兵たち。時を遡って1937年7月、土光京事件で日中戦争が始まった。同年12月、南京が陥落する。中華民国の首都が日本軍の手に落ちた。しかし戦争は終わらなかった。蒋介石は首都を内陸へと移していった。最初に向かったのは武漢。しかし1938年10月、その武漢も日本軍に陥落する。蒋介石はさらに奥へと退いた。向かった先は揚子江上流の山岳都市重慶。四川盆地の中心、天然の要塞である。そこに国民政府の各部、軍事委員会、外国大使館が集まった。1938年末、重慶は事実上の中華民国の首都となる。ここに退いて日本に屈しない。それが蒋介石の決意だった。揚子江の水面に浮かぶ米国の砲艦。向こう岸の丘から爆撃の煙が立ち上っている。写真は1938年の重慶 USS トゥトゥイラ、米国海軍の超高砲艦が重慶港に停泊していた。戦時下の重慶には米英など各国大使館が置かれ続けていた。それは重慶という都市の特異性を示している。人口およそ47万人。四川盆地の中心、揚子江と苅尾江が合流する地点。切り立った崖の上に築かれた岩の町だった。町全体が天然の要塞のような構造を持つ。そしてここから蒋介石は徹底抗戦を続ける。国民政府の各部、軍事委員会、外国の大使館、報道機関、そのすべてが重慶に集まっていた。英米の世論にとって重慶は自由中国の象徴となる。そして同時に日本軍にとっては屈服させるべき標的となった。パリの街路にぽっかりと開いた大きな穴。人々が不安げにそれをのどち込んでいる。そもそも戦争とは何だったのか。何千年もの間、それは戦場で行われるものだった。兵士と兵士が剣を交え、銃を向け合う。城を囲み、軍隊同士がぶつかる。命を落とすのは基本的に戦う者たちだった。戦場から遠く離れた町や村、そこで暮らす人々は戦争の直接の標的ではなかった。ところが20世紀に入り、それが根底からうぶる。原因は空を飛ぶ機械だった。第一次世界大戦1915年、ドイツの巨大な飛行船ツェッペリンがロンドンを襲った。戦場の遥か後方にある敵国の首都、そこへ空から爆弾を降らせたのである。
この町の穴もその飛行船が落とした爆弾の跡だった。史上初の本格的な戦略爆撃だった。戦場と人の暮らす町、その境界が空から消え始める。戦う兵士ではなく、ただ暮らす市民が狙われる時代が始まったのだ。写真は雪を集めて蒋介石の像を作る日本兵たち。戦時中の遊びである。蒋介石を捕まえることができないなら、その意志を粉砕する。これが日本軍の対重慶戦略だった。戦場で中国軍を打ち破ることはもう不可能だった。中国大陸は広すぎる。戦線は伸びきり、各都市の占領を維持するだけで精一杯だった。そこで日本軍が選んだのが戦略爆撃である。理論的な源流は1921年のイタリア、軍事理論家ジュリオ・ドゥーエが提唱した制空権理論だった。戦闘は地上ではなく敵国民の戦意で決まる。爆撃で都市を破壊し、住民の精神をつじけば敵は降伏する。ドゥーエはそう主張した。そしてその理論を最初に実行した国があった。瓦礫の山と化した一つの町。これが空襲を受けたゲルニカの姿である。1937年4月26日、スペイン内戦の最中、ドゥーエの理論が現実のものとなる。実行したのはナチスドイツの爆撃部隊コンドル軍団。狙われたのはバスク地方の小さな町ゲルニカ。その日は人々が集まる一の辰日だった。そこへ爆弾と焼夷弾が降り注ぐ。焼夷弾が本格的に使われた世界で初めての空襲だった。町の7割が炎に包まれた。これが史上初の都市無差別爆撃とされる。この惨劇を一枚の絵が世界に焼き付けた。画家ピカソが描いたゲルニカである。叫ぶ母、息絶えた子、引き裂かれた馬。戦争の非人道を告発するその絵は今も反戦の象徴であり続けている。だがゲルニカはたった一日の出来事だった。重慶ではそれが5年半続くことになる。96式陸港の前に並ぶ搭乗員と整備員たち。機体は巨大で4本のプロペラが沈黙の中で映っている。奇妙なことに重慶爆撃の主力は陸軍ではなく海軍だった。海軍が長距離爆撃を担う。これは当時の日本軍の航空編成における得意な事情だった。陸軍と海軍は別々の航空部隊を持っていた。そして長距離爆撃機の開発で先行していたのは海軍だった。海軍は対米戦争を想定して洋上の艦隊攻撃を任務としていた。そのため長距離重爆装の機体を求めた。その結果生まれたのが96式陸上攻撃機 G3M である。巡航1300キロ。この距離があれば阪港の基地から重慶までの往復が可能だった。そしてこの機体が人類史上初めて計画的な都市戦略爆撃に投入される。海軍が育てた長距離機が内陸の都市を狙う。それが重慶爆撃の技術的な前提だった。雲海の上を飛ぶ96式陸港の編隊。機体に M323 と書かれた一機が画面手前を占める。96式陸港。開発故障は G3M。連合軍はこの機体にネルというコードネームを与えた。設計は三菱、本庄末雄技師。初飛行は1935年。最大速度時速375キロ。航続距離4400キロ。爆弾搭載量800キロ。これは当時の世界水準を上回る性能だった。機体は3人乗りの操縦席と後方の機関銃座。防御火器は 7.7 ミリ機銃のみで走行は限定的だった。速度と航続距離を最大化した攻撃特化の設計である。しかしこの機体には致命的な欠点があった。防弾装甲がなく、燃料タンクも非防弾。被弾するとすぐに発火し、
空中で燃え尽きる。ワンショットライターと連合軍に呼ばれた一式陸攻と同じ問題だった。それでも長距離を飛んで爆弾を投下できる。それが海軍が選んだ理由だった。中国大陸の山岳地帯に陣を構える日本軍の将校たち。双眼鏡を構えて遠方を見つめている。96式陸攻の重型爆撃には前進基地が必要だった。候補となったのは漢江。1938年10月に陥落したばかりの揚子江中流の都市である。漢江から重慶までは直線で約750キロ。96式陸攻なら爆弾を満載しても往復できる距離だった。海軍はここに第2連合航空隊を配置する。主力部隊は鹿屋海軍航空隊と木更津海軍航空隊。いずれも開戦前から長距離爆撃の訓練を積んできた精鋭だった。漢江の飛行場には96式陸攻が並んだ。整備員と搭乗員合わせて数千人。ここから約750キロの飛行を繰り返す。往復で6時間以上の任務である。中国の上空には飛行機を捕捉できる地上レーダーはまだ存在しない。防御は目視と通信網のみ。日本軍の爆撃機は中国の空をほぼ自由に飛び回っていた。96式陸攻と後の一式陸攻が並んで訓練飛行する一枚。海軍航空隊の運用を象徴する写真である。最初の重型爆撃は1938年2月18日とされる。国民政府が重慶に正式に遷都したその直後だった。96式陸攻数機が初めて重慶上空に到達。爆弾を投下して引き返した。被害は限定的。まだ偵察的な性格を帯びていた。しかしこれが5年半続く戦略爆撃の最初の1日となる。その後1938年中は断続的な小規模爆撃が続いた。天候不良や機体の整備遅れで頻度は限定されていた。そして1939年に入る。冬から春にかけて重慶上空の天候が安定し始めた。日本軍は本格的な戦略爆撃の準備に入る。機数を増やし出撃頻度を上げる。反攻飛行場には96式陸攻が次々と集結していた。5月、運命の日が近づいていた。写真は燃える街を逃げる重慶の住民たち。手前に女性と少女の表情。その背後で家屋が炎を上げている。1939年5月3日午後、反攻を絶った96式陸攻45機が重慶上空に到達した。大編隊である。午後1時頃、爆弾の投下が始まった。落とされたのは爆弾と焼夷弾。特に焼夷弾は木造家屋の密集する重慶市街地を効果的に焼き尽くした。重慶の建物の多くは竹と木でできていた。焼夷弾はそれを一瞬で炎に変える。火災は街全体に広がった。防空壕はまだ十分に整備されていない。市民はただ逃げるしかなかった。逃げた先でまた爆弾が落ちる。街の中心部で地獄のような光景が広がっていた。5月3日の死者は推定1502。しかしこれはまだ序章に過ぎなかった。雷撃の散らばる通りで消防ホースを引く市民たち。煙が空を覆っている。翌々5月4日、日本軍は再び重慶を襲った。今度は27機。前日に見つけた目標をより正確に叩いた。午後の市街地はすでに前日の火災から復旧していなかった。そこに新たな爆弾が降り注ぐ。繁華街はほぼ完全に破壊された。5月3日と4日の2日まで合計4091人が死亡した。これは人類戦史上空前の空中殺戮だった。ゲルニカの2倍以上、しかも2日まで達成された数字である。ある日本人研究者はこう書いた。それまで南京と上海も爆撃されていた。しかしそれは軍事目標への爆撃だった。重慶では違うと。街そのもの、住んでいる人間そのものが標的だった。
5月の大爆撃は重慶市民の精神に深い傷を残した。そしてここから5年半、市民は防空壕の生活を強いられる。崩壊した家屋の屋根材と瓦礫、その間を市民たちが片付けて回る。写真は重慶爆撃の直後だ。セオドア・ホワイト、タイム誌の若き特派員として重慶に駐在していたアメリカ人記者である。彼は爆撃の現場を自分の目で見た。そして後にこう書き記している。南京と上海はすでに爆撃を受けていた。しかしそれは軍事上の爆撃だったと。重慶公園の中、一つも軍事目標は存在しなかった。それでも日本軍は重慶を海人化の対象として選んだ。住民たちの精神をくじくため、重慶郊外への政府の抵抗意志を粉砕するため、これは彼らには理解できない精神だったと。ホワイトは後に第二次世界大戦と中国革命を取材する米国を代表する記者となる。その彼が重慶でこの爆撃を目撃した。軍事目標がない町への計画的な無差別爆撃。それを一人の米国人記者が世界に伝えていた。写真は重慶を空中から捉えた一枚。街全体に無数の爆発煙が立ち上っている。空中爆撃という殺し方には、それまでの戦争とは違う性質があった。兵士同士が刃を交わすことも、銃口を向け合うこともない。爆撃機の搭乗員は遥か上空にいる。下にいる人々の顔は見えない。苦しむ表情も、助けを求める声も、焼ける街の匂いも機内には届かない。殺す側と殺される側の間に距離が空いた。それは敵の存在を抽象化する。数字としての標的、地図上の点として街と人を扱えるようになる。南京で起きたことは地上での殺戮だった。そこには相手の顔があった。悲鳴があった。しかし重慶ではそれがすべて空に置き換えられた。空からの戦争。これは20世紀の戦争を一変させる新しい形だった。そしてこの後の戦争はすべてこの方法を引き継いでいくことになる。ソ連製のポリカルポフ I-15 ビスの前に立つ中国人パイロット。革製の飛行服にヘルメット。中国側の防空戦力は戦争初期から限定的だった。中国国民党の航空隊は独自の戦闘機開発能力を持たなかった。頼みは外国からの機体購入だった。そしてここでソ連が決定的な役割を果たす。1937年8月、中ソ不可侵条約が締結された。スターリンは中国を日本との干渉地帯とみなした。そして大規模な軍事援助を開始する。戦闘機 E15、E16、爆撃機 SB、そしてソ連志願隊と呼ばれる約2000人のパイロットが派遣された。彼らは中国の空で日本軍機と戦った。重慶上空にもソ連志願隊が現れた。しかし、96式立航の高高度爆撃には追いつくのが難しい。ソ連戦闘機の上昇限度では、爆撃機編隊に到達するまでに時間がかかった。撃墜の戦果はあったが、爆撃そのものを止めることはできなかった。中国の空は依然として日本軍が抑えていた。鹿屋海軍航空隊の一式陸航、編隊飛行、額側面の白いラインが揃っている。1939年9月、第二次世界大戦が始まった。ヨーロッパで戦争が拡大する中、日本も中国戦線の決着を急ぐ。同年9月23日、中国派遣軍が正式に編成された。そして1940年5月2日、大本営が新たな命令を出す。第号101号作戦。重慶を中心とした大規模戦略爆撃である。計画では、重慶に対して3000機、津に、成都に対して2000機、津に、総数5000機津にの爆撃を5月から9月にかけて実施するというものだった。参加部隊は、海軍の鹿屋空、木更津空、第13航空隊、第14航空隊、高尾航空隊、
そして陸軍の第3飛行団も加わった。陸海共同による重慶への徹底攻撃である。5月から11月にかけて、海軍は重慶及びその周辺に30余発、成都には6発2の爆撃を実施した。戦果報告には相当の損害ありと書かれた。しかし同時に自軍の損害も無視できなかったとも記されている。ドイツ式装備の重慶政権は屈服しなかった。警備員が一式陸港のエンジンを調整している。機体は鹿屋基地に駐機している。1941年に入ると新型機が投入される。三菱 G4M 一式陸上攻撃機。連合軍コードネームベティ。96式陸港よりさらに長距離、より大きな爆弾搭載量を持っていた。最大速度時速430キロ、航続距離6000キロ以上、爆弾搭載量1000キロ。ただし防弾装甲は依然として限定的で、被弾発火しやすい欠点も継承していた。1941年7月、大本営は102号作戦を発動する。2度目の大規模重慶爆撃である。主目的は中国軍民の厭戦気分を引き起こすこと。この時期から新たな目標が加わる。塩は中国の生活と軍隊の維持に不可欠だった。四川省の自公市は中国最大の塩田地帯。ここを爆撃して塩の補給を断つ。これが102号作戦のもう一つの柱となった。写真は揚子江岸の瓦礫の中で座り込む一人の男。シャツが破れ、靴も履いていない。背景にまだ街並みが残る。1941年6月5日午後、日本軍機による空襲警報が重慶市内に響き渡った。市民たちはいつものように防空壕に逃げ込む。特に多くの人が向かったのが街の中心部にある大隧道だった。このトンネルは本来なら数千人を収容できるはずの巨大な防空施設だった。しかしこの日は事情が違った。爆撃が5時間以上にわたって続いたのだ。トンネル内は酸素が次第に薄くなっていた。人々は息苦しさを訴え始める。入り口に向かって押し寄せる群衆。一方、外では爆撃が続き、扉は閉ざされたままだった。軍終将棋倒しがトンネル内で発生した。倒れた陣の上にまた人が倒れる。折り重なって酸素が完全に断たれた人々が次々と窒息していった。死者数は諸説ある。少なく見積もって1000人、多い説では2500人を超える。折り重なってないの数は数えきれなかったと伝えられる。これが大隧道窒息惨案である。爆撃そのものではなく、爆撃を恐れた群衆の中でこれだけの命が失われた。軍服姿の痩せた男。胸の勲章が几帳面に並んでいる。写っているのは陸軍中将遠藤三郎。陸軍第3飛行集団長として中国大陸の航空作戦を指揮していた。そして1941年8月、彼は塩への攻撃を発令した。標的は四川省南部の自公市。ここは清朝末期から続く中国最大の塩田都市だった。地下深くから飲水を汲み上げ、煮詰めて塩を作る。中国全体の塩生産の約5分の1を占めていた。軍も民も自公の塩なしでは生きていけない。ここを断てば戦線もピン制も崩壊する。それが日本軍の計算だった。8月17日、19日、日本軍機が自公を爆撃。塩田と町市場を標的に爆弾を投下した。7時にわたる爆撃で合計1544発の爆弾。死者622人、負傷365人、家屋の損傷2785件。被害総額は1億2400万円と算定された。カナダ人が運営していた人災委員も爆撃を受ける。委員の地下室3カ所が破壊された。民間の生活インフラそのものを狙う典型的な無差別爆撃の事例である。
中国上空を飛ぶ陸軍の97式重爆撃機21、連合軍コードネームサリー。重慶以外の都市にも無差別爆撃は拡大していった。1939年2月、陸軍第一飛行団が蘭州を爆撃。市街地を主目標とした典型的な戦略爆撃である。同年8月19日、四川西部の楽山、爆弾数10発、焼夷弾百数十発、死者4000人を超えた。この中には、武漢から疎開してきた武漢大学の教職員家族7人、そして学生15人も含まれていた。1940年9月3日、四川北部の南州、午前11時、日本軍機48機が来襲。街内の120軒以上の家屋が全焼した。その日のうちに投棄された遺体は1300体を超えた。生徒も繰り返し標的となる。1939年6月、1940年10月、1941年7月、それぞれ数千人の死傷者を出した。義賓、雅安、自公、四川省全体が爆撃の対象となっていった。地理的範囲を見れば、爆撃は近州に始まる。上海、南京、武漢を経て西南西北の中小都市まで拡大した。その範囲は約600万平方キロ、中国大陸のほぼ全土だった。神話、重慶の街頭、横断幕の下、志願兵が行進していく。それを見送る市民たちの姿である。爆撃は続いていた。そして重慶市民はある生活を強いられるようになる。防空洞での生活である。夏の重慶は蒸し暑い。四川盆地の中心、湿気がこもる。それでも空襲警報が鳴れば、人々は岩盤を掘った洞窟に逃げ込んだ。その時間は何時間にも及ぶことがあった。これが3年以上続く。ある研究者はこう書いた。世界で初めて戦略爆撃のもたらした恐怖を市民が体験したのだと。それでも街は機能を失わなかった。蒋介石は重慶から動かなかった。国民政府の各部も重慶で執務を続けた。商店は爆撃の合間に営業し続けた。学校は洞窟の中でも授業を続けた。街路の片付けと家屋の再建が毎日のように続いた。爆撃で街は破壊されても人は屈しない。それが重慶という都市が示した姿だった。恐怖と日常が5年半隣り合わせで続いた。陸軍第60戦隊のキー21、97式重爆。3機の編隊が雲の上を飛んでいる。1941年12月、太平洋戦争が始まった。そして同じ頃、中国の空にも変化が生まれる。クレア・シェンノルト指揮のアメリカ義勇航空隊、通称フライングタイガース、P-40 戦闘機を装備した部隊が本格的に活動を開始した。機体の前面にはサメの口が描かれていた。1942年に入ると、彼らは日本軍の爆撃機を次々と撃墜し始める。P-40 の高速性能とシェンノルトの戦術が有効に機能した。日本軍の航空優勢が徐々に崩れていく。96式立航、一式立航、キー21。防御火器の弱い日本軍機は迎撃される機会が増えていった。そして同じ頃、太平洋戦線が激化する。ガダルカナル、ソロモン諸島、ニューギニア。日本海軍の航空隊は太平洋へと転用されていった。中国大陸への爆撃機の配備は徐々に縮小していく。1943年8月、最後の重慶爆撃が実施された。5年半の戦略爆撃がここで終わる。写真は湖南省出撃前の任務で爆弾を準備する日本軍爆撃機の搭乗員たち。戦争が終わった1946年、東京で極東国際軍事裁判が始まる。日本の戦争犯罪が連合国によって裁かれる場である。南京、広東、漢口、長沙、柳州、桂林、
これらの都市での日本軍による民間人虐殺が起訴された。しかし、重慶爆撃は明白に真理から除外された。なぜか、それは米国の都合だった。東京、大阪、神戸、名古屋、そして広島と長崎。米軍は日本の都市を徹底的に爆撃していた。特に原子爆弾2発の投下は空前の都市無差別攻撃である。もし重慶爆撃を戦争犯罪として裁けば、米軍の対日爆撃も同じ基準で問われる。米軍にとってそれは避けたかった。同様にニュルンベルク裁判でもナチスのロンドン爆撃は問われなかった。英国のドレスデン爆撃で反論される恐れがあったからだ。この結果、重慶爆撃は戦後の歴史から消されていった。日本人にとっても米軍の爆撃と原爆の被害だけが戦争の記憶となる。加害の側面は忘れられていった。ナパームで焼かれ逃げ惑う一人の少女。ベトナム戦争を象徴する一枚の写真である。重慶を焼いたのは焼夷弾だった。木と竹でできた町を一瞬で炎に変える兵器である。この焼夷弾はやがて日本へと帰ってくる。1945年3月10日、東京大空襲。アメリカの B-29 が落とした焼夷弾が木造の下町を一夜にして焼き尽くした。その死者はおよそ10万人。重慶を焼いた焼夷弾が今度は日本の都市と市民を焼いた。焼く側だった日本が焼かれる側になったのである。そして戦後、その焼夷弾はさらに進化したナパーム弾である。ゼリー状の油が皮膚に張り付き燃え続ける。その兵器が大量に使われたのがベトナム戦争だった。1965年、アメリカは北ベトナムへの爆撃を始める。グアムや沖縄から飛び立つ巨大な爆撃機 B-52。一機で100発を超える爆弾を積み、村や町に爆弾の絨毯を敷き詰めた。1972年12月のクリスマス爆撃。わずか12日間でハノイに1万トン以上の爆弾が落ちた。病院も住宅街も区別なく焼かれた。このベトナム戦争で死んだ民間人は100万人を超えるとされる。そして1972年6月、この1枚の写真が世界を動かした。題名は戦争の恐怖。この少女の姿はかつて重慶で炎から逃げた母と娘にそのまま重なる。焼夷弾を最初に都市の住民へ落としたのは日本軍だった。だがそれを引き継ぎ頂点まで突き進めたのはアメリカだった。焼いたのがどの国であれ、空から人を焼くという過ちに終わりはなかったのである。最初の写真に戻る。日本海軍機の翼に日章旗が見え、その下で重慶の町が炎を上げている。1939年5月、3日と4日のたった2日まで4091人。1941年6月、5日の防空壕で1000人以上。5年半で推定1万4000人以上の民間人が命を落とした。日本軍が重慶爆撃を始めた目的ははっきりしていた。中国市民の戦意をくじくこと。家を焼かれ家族を失えば抗戦の意志も折れるはずだ。そう日本軍指導部は計算していた。しかし現実はその計算と逆だった。爆撃で家族を失った若者たちは復讐を誓って軍に志願した。母を、妹を、子を爆撃で失った人々が次は自分が戦う番だと立ち上がる。中国全土から志願兵が重慶に集まった。鉄底抗戦の使徒というシンボルが爆撃のたびに強くなっていった。恐怖で人を屈服させようとした計算は最初から間違っていた。戦争は戦争を呼ぶ。爆撃は復讐の心を生む。そしてその憎しみは世代を超えて受け継がれていく。爆撃で短期決戦を狙った日本は結果的に長期戦の泥沼に沈んでいった。中国民衆の憎しみは5年半の爆撃の間深く積もり続けた。戦後その記憶は数十年にわたって
日中関係に影を落とすことになる。そしてもう一つの皮肉がある。5年半後、日本の都市が同じように空から焼かれた。東京、大阪、神戸、名古屋、そして広島と長崎。日本人は自分たちが中国でやったことを自国の都市で味わうことになった。戦後、東京裁判では日本の様々な戦争犯罪が裁かれた。しかし、重慶爆撃は起訴の対象から外された。理由は、米軍の対日爆撃を裁けなくなるからだった。そうして重慶爆撃は戦後の歴史から消えていった。日本人にとって戦争の記憶は広島と長崎で止まる。その手前に5年半の重慶があったことはほとんど語られない。しかし、空から都市を焼くという発想を最初に実行したのは日本軍だった。だがこの動画は日本人を責めるために作ったのではない。誰が最初に手を染めたのか、それを裁きたいのでもない。空から人を焼くという過ちを、その後、焼いた側だった日本も、焼く側に回ったアメリカも、等しく犯していった。これは、一つの国の罪ではなく、人類が向き合うべき歴史なのである。これは、戦争の怖さの本質に関わる。戦闘員と非戦闘員の境界が、空から消えた。兵士でない普通の市民が、軍事目標として狙われるようになった。20世紀の戦争は、ここから人を選ばない殺戮へと変わっていった。そしてその先に今もなお続いている戦争がある。中東の都市が爆撃されたニュースを私たちは何度見てきただろうか。その起点に80年以上前の重慶があったことはほとんど忘れられている。爆撃で生き残った中国の若者が復讐を誓って戦場に立った。その息子や孫の世代が今も日本との関係に複雑な思いを抱いている。憎しくしみは空爆の煙よりも長く世代を超えて受け継がれていく。戦争は軍と軍の戦いではない。爆撃された街で生きるごく普通の人々の悲しみと怒りが次の戦争の種になる。そしてこれは日本対中国の話ではない。国や民族を超えて人類の歴史の中で繰り返されてきたパターンだ。家を焼かれた者が武器を取る。復讐を誓った者がまた誰かの家を焼く。誰がやる側になっても結末は同じ場所に行き着く。重慶で起きたことは日本人だけが向き合うべき過去ではない。それ以前にゲルニカで起き、それ以降に東京、ドレスデン、広島で起きた。その後もベトナムで、中東で繰り返されてきた。人間が人間にすることの一つの典型である。5年半続いた重慶の街が私たちに残した教訓はおそらくこれだ。戦争の恐怖は誰がそれを始めても最後には全員に返ってくる。国境や時代を超えて人類が学び損なってきた一つの真実なのかもしれない。このチャンネルでは戦時中の写真を AI でカラーにして皆さんに届ける活動をしている。白黒の写真よりもカラーの方が記憶に残る。記憶に残れば忘れられない。重慶爆撃について知っていることや感じたことがあればぜひコメントで教えてほしい。共感していただけたら高評価とチャンネル登録で応援をお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。